テリアンです。本日なんですけども、まずこの寝起き一発目の顔面アンパンマンでごめんなさい。ちょっと今朝が早いんですよね。とある食材が買いたくて。で、その食材と言いますのが、ちょっと時期的にはもう遅くなっちゃったんですけど、フグ。でもちろん僕は調理師免許を持ってませんし、工学の免許取得に確か実務経験って確かいると思うんですけど、その実務経験もないので、資格を取ることすらできない。なのでトラフグ1匹を購入することはまず不可能なので、そんな僕でも買えるのはもう有毒部位を全部外してもらった磨き身、そちらを購入しに行きたいというわけで、こんな朝早くなっております。でもってこのご時世なので、あまりその現地に長居をしたくもないので、パッパッと帰ってきたいので、現地での撮影はもうしないでおこうと思ってます。なので早速いつものキッチンからの映像になると思いますけども、どうぞ最後までお楽しみに。というわけでさ、本日も作っていきましょう。では作っていきましょうか。本日なんですけども、トラフグということで、まずは今回の主役さんの登場です。天然トラフグの磨き身。免許を持ってなくてもこちらは買えますからね。で、僕が今住んでる福岡県の真横の山口県、そちらの唐戸市場っていう場所があるんですけど、結構お寿司のバラ売りとか、あと年がら年中結構サザエがいっぱい並んでたりとか、んでもって今回のこちらのトラフグとか、こういったものがブワッと並ぶ大きい市場があるんですよね。そちらの唐戸市場で購入してきました。こちら1本で約6000円でございます。正直思ったよりも安かった。で、今回こちらの磨き身と、こちらに白子と、あとくちばしとカマ。白子は別で購入したんですけど、ここはセットになっておりました。で、今回こんな立派なトラフグを使って何を作っていくのかと申しますと、本日のお品書きが、こちらからてっさ、てっちり、お刺身盛り合わせ、焼き白子。もうまさしくフグフルコースですね。で、お刺身がかぶっちゃうんですけど、こっちは一般的なてっさ。で、こっちは軽く炙って叩きにしようかなと思ってます。ここでドヤ顔でてっさって言っておりますけども、てっさって弾くのめちゃくちゃ難しいんですよね。僕うまく弾ける未来が見えないので、てっさはもう買ってきました。自分で難しい時は職人さんの力を借りればいい。ですので今回僕が作るのはてっちり、フグのお鍋と、あと焼き白子とお刺身、この3つだけでございます。ではここからはまず一番時間のかかるてっちり、こちらから仕込んでまいります。じゃあここからはてっちりを作っていくわけですけど、てっさとかてっちりってちょっと変わった名前をしてると思うんですよ。どうやらこれ関西の方でフグのことを鉄砲っていうらしくて、フグの毒に当たっちゃうと死んじゃうから、もうそれこそ鉄砲みたいなんですけど、こっちのてっさは鉄砲のお刺身、略しててっさで、こっちのてっちりが鉄砲のちり鍋で、このちり鍋が白身魚を使ったお鍋のことみたいです。白身魚を煮込むと皮がキュッと縮まってチリチリっとした感じに見えるからちり鍋。おそらく人生で一度も誰かに話すことはないであろうフグの知識でした。で、まずお鍋の下準備として、食べる際につけるポン酢を作っていきたいんですけど、もうセットの中にポン酢醤油が入ってたんですよね。なのでてっさはこちらでいただくとして、お鍋もこっちでいただいちゃうと味がかぶっちゃうなと思ったので、今回塩ポン酢作ります。やっぱり同じ味じゃつまんないですからね。というわけで今回のてっちりで使っていきます塩ポン酢の材料たちをせーの。こちらからすだち果汁、米酢、酒、みりん、粗塩、だし昆布、鰹節で、今回の分量がこちらから 100cc、10cc、50cc、30cc、小さじ1くらい、適量で、こちらの分量は以前かぼすを使った塩ポン酢、そちらを作った時とほぼ同じ分量なんですけど、かぼすよりもすだちの方が結構酸味がパンときますので、もしかしたらみりんもうちょっと増やすかもしれないです。そして今回の材料のうち、昆布、酒、みりん、お塩、これらをまず加えて、で火にかけて、まずはこちらだけを一度軽く沸かして、はい、もう OK。 そしたら粗熱を取りの、粗熱が取れたらこれらを合体。結構酸っぱいですね。酸っぱいなのでお酒を50、みりん40で、軽くお塩、こちらを追加です。なので最終的に加えた量がすだち100、米酢20、酒100、みりん70で、お塩小さじ2くらい。いいんじゃないかな。あとは節わっさー。正直まだちょっと酸味は強いんですけど、多分一晩寝かせてる間に酸味も丸くなるはず。じゃああとはこちらを冷蔵庫で一晩。本日はすだち風呂。
ではここからは今回のてっちりの鍋スープ、そちらから取っていきたいんですけども、今回のお鍋のスープの元になるのをこういったかつおと昆布の合わせだしのような和風だしではなく、今回せっかくいっぱい磨きのフグがいますので、そちらのフグの骨を使ってフグだしが取りたいということで、ちょっと変則的ではありますが、もうこのタイミングでフグをさばいてしまいたい。じゃあまず頭を落として、一応今回この子が一番大きいみたいなので、この子は叩きで、こちらのちょっとちっちゃい子たちをお鍋の具材として。でももちろん磨き身なので、もう正直ほぼほぼすることはないんですけど、ちょうどこの股間部分っていうのかな、ここにあるうぐいす骨、こちらを、V 字にすると結構簡単にピキャッと取れますので、これがうぐいす骨、こちらもお鍋の具材ですね。でこちらのお鍋たちはもうフグ腹骨がないので、もう特に何も考えず節で切り分けて、このくらいのお鍋サイズに。でこちらが最後叩き用。でこっちはちょっと血を出したいので、うぐいす骨取ったらギューちょっと血洗ってきます。で今回も大胆に大名おろしで。あとこういったヒレの筋肉のとこ外して、じゃあここまで来たら、あと鉄砂に引く場合は、あともう1枚あるこの薄皮を剥いでいくんですけど、今回の叩きにしちゃうのでこの薄皮は焼いちゃうんですよね。なので多分薄皮は剥かなくていいと思う。一応剥いたバージョンを作ってみようかな。切れちゃった。よし、リカバリー成功。こちらが薄皮なしバージョン、こちらがありバージョンで、ここの薄皮はお鍋の具材ですね。なんていうんだっけ、これ遠のみっていうんだっけ、ちょっと記憶あやふやですけども。ではまたこちらの身は出番ではないので、ちょっとしばらく冷蔵庫で待機。でこちらの鍋用のフグたちも冷蔵庫で待機。ではこれにて僕の欲しいものが揃いました。で正直ここもお出汁の具材としてはもう十分にも美味しいんですけど、なおかつこの中骨のこの骨まるの肉とかもむちゃくちゃ美味しいんですけど、今回ちょっと贅沢に活かしてください。じゃあちょっとお出汁が出やすいようにちょっと半分カットで。あれっていうかこれ脳みそ、なんか僕金子さんの動画を拝見してたので、この脳みそって取らなくていいんですね。地域差なのかな。一応取っときます。ではここからはフグのアラ1匹分に対してお水1リットルに昆布を差し込んでおいたお水、ここにお酒 100cc。 じゃあこの中にフグのアラをポポポポン。で僕これをするときマダイなんかでも必ず霜降りをするんですけど、お湯にさっとくぐらして。ただフグからはそんなに臭みも出ないかなと思うので、今日はもう霜降りもなんもなしで。さっきの話ですけど、この脳みそって試験に受かるためにはちゃんと取らなきゃいけないし、判別もしなくちゃいけないけど、もう実務的には取らなくてもいいってことなんですかね。今度師匠に聞いてみます。じゃああとはこちらを火にかけて沸騰するまでは強火で、今鍋底に小さな泡が出てくる約70度なんですけど、基本このタイミングで昆布も取り出すんですけど、今日はなんとなくもうこのまんまいきます。この出し昆布もカラカラになるまで引き出してあげたいので、もったいない。その代わり昆布のぬめりだったりアクなんかも出てきますので、そこら辺はしっかりとケアしてあげながら。じゃあ沸いてきましたので、火加減を弱火に落としまして、一応アクは取りたいのでしっかりと沸かしてあげながらコト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 20分というわけで、あれから20分経過。超うまい。つい先ほどまで昆布のお出汁やったんですけど、ちゃんとフグ出汁になった。あとはこれをこせば出来上がり。
じゃあ、あとはこちらに薄口醤油とみりんを加えれば完成なんですけど、お上品に作られたい場合は20対1対1くらいにしてください。ただ今回せっかくのフグだしですので、そのまま食べても美味しいぐらいの塩分量にはしたいということで、今回僕は13対1対1くらいです。これで鍋スープ完成。ではここからは今回のお鍋の具材のお野菜たち、こちらの仕込みに参ります。で、今回のお鍋の材料はざっとこんな感じ。白菜、人参、小松菜、長ネギ、椎茸、茶えのき。じゃあいつも通りのやつはもうささっとやっていきましょう。まずは長ネギ、こちらを斜め薄切りカット。で小松菜、根のギリギリのところをバスッと落としてから土の水洗い、振り洗いまで終えたら適当。で白菜、芯外して、はい、あとはいつも通りで、葉の部分はいつも通りざく切りパーティーで、こっちの芯に近い方はそぎ切り。で、茶えのきも石突きを落として食べやすいサイズ感に。僕は頭がバカなのでこれだけで、椎茸、軸は外して、あとは可愛くお飾り。やっぱなんだかんだこの形が一番好きで、最後は人参。ちょっとこの子に関しては今までにない新しいことをやってみたい。今から行っていく飾り切り、おそらくこの根元とこの先っぽがだいたい同じ太さのもの、シュッとしているよりもこういうまっすぐのタイプの方が多分やりやすいと思います。じゃあまず頭と先っぽちょっと大きく落として、全体的にビシッとまっすぐに。でこれをきれいな四角に、だいたいこんな感じかな。ここも後ほど使っていきますので。じゃああとはこちらを薄くスライス。薄ければ薄いほどいいです。じゃああとはこちらを細い千切りに。じゃああとはなんとなく長さを揃えて、あとはこの10秒ほどさっと塩茹でしたこちらの三つ葉の茎、これで縛ってあげるだけ。でこの時もし人参がちょっと太くてパキパキっと折れちゃう場合、その場合ちょっと塩水にさらしておくと繊維が柔らかくなるって書いてありました。でも普通にいけそうですけどね。あとは見栄えよくちょっと端を揃えてあげれば可愛い人参さんの完成。これすごい手間かかりますね。これは特別な方に振る舞う時用ですね。じゃああと最初にゴリッと外した場所とか、さっき切り揃えた場所とか、あとはこの頭のギリギリのところとか、こういった部分は全部みじん切り。あとは長ネギの先端とよく洗った頭、ここもみじん切り。あと最後に椎茸の軸と飾り切りの場所、ここもみじん切り。すべて余すことなく。あとはこちらをはんぺんでこね上げるだけ。まずはボウルにはんぺん、あとはこちらを手でぐちゃぐちゃぐちゃっと。これがまた気持ちいいんだ。
これは結構しっかりめに潰すのが僕は好みです。ちょっと足りないかな。まあいっか。あとはここにみじん切りたちで、おろし生姜適量、薄口醤油適量、片栗粉適量、あとはこちらをこね上げて、これがムラなく混ざれば端材だらけつみれ完成。以上、これにて具材の下準備終了で、今ここまででだいたい調理の半分が過ぎたぐらいなんですけど、ちょっとここで休憩タイム。こちら今回さばいたフグの尻尾なんですけど、ここヒレ酒にしたいなと思いまして、本来なら多分これをカリッカリになるまで乾燥させると思うんですよ、天日干しとかで。でもそんなに待てないので、ラップをせずに電子レンジ加熱でなんとかカピカピになりました。もうこんな感じでちょっとバンと爆発しましたけどね、最初の方は。で、こちら実食の時に軽く炙って、でヒレ酒にしようと思います。で、こちらが今回のくちばしなんですけど、僕この間こういったものをいただいたんですよね。こちらもうちょこっとしか入ってませんけど、ヒレ酒と同じようにくちばしを炙ったものらしいんですよ。焼きくちばしで、こちらもヒレ酒同様飲めるよっていうやつ。これがまあ美味しかったので、もう味わい的にはもうまんまヒレ酒なので、僕もそれを作りたい。なので電子レンジいってらっしゃい。だいたい20分ぐらいかかりましたね。で、このまんまでもめちゃくちゃいい香りするんですけど、この表面に軽く焼き目をつけて、めっちゃいい香りする。こんなもんでいいんじゃないかな。そしたらあとはこちらをハンマーで砕いちゃえば、ほらそっくり。これで完成ですね。これでヒレ酒が無限に飲めます。というわけで今回は普通のヒレ酒とくちばし酒、こちら2杯いただきましょう。てか、なんだったら僕こっちの方が好きやったんですよね。全然癖がなくて。どうしてもヒレって皮膚なので臭みが出やすいんですよね。よいしょ。はい、次。では続いて焼き白子で、焼き白子はもう串に打って、であとはもう焼くだけって感じなんですけど、今回は塩焼きではなくて、以前タラの白子で盛大に失敗した若狭焼き、そちらでございます。若狭焼きっていうのがこれから作る若狭地、それをかけながら焼いたものですね。でもこちらに見えておりますのが、つい今しがた取った濃厚な昆布だしです。ここにお酒と、あとお塩、ただこちらを合わせるだけで、比率が昆布だしが3、酒が2で、お塩 0.2。 あとはこれをしっかり溶かし合わせれば、これで若狭地完成。お塩 0.2 って結構少なく見えると思うんですけど、実際結構な量が入ってますので、こちら舐めると結構しょっぱいです。あとはこちらをかけながら焼くだけでは、ここからは白子の下準備。まずはまだ血なんかがついてますので、こちらをささっと水洗い。じゃあこちらのキンキンのお水に、お酒2、3回しで、お塩もわっさー。作業してる間はちょっとこのお水の中に入っててもらいましょう。一応こちら今臭み抜きのためのお水です。じゃあまず白子1個の膜でつるっとくるまれてるので、こういった余った筋なんかを持ちながら、できるだけ白子を傷つけないように、この赤く見えるこの筋の真上をちょっと切ってあげるような感じで。多分ここ焼いた時に焦げちゃうと思うので、なおかつここを切ってあげないと血が出ないので、ちょっとこういった感じで放射状に入ってる毛細血管から血をしごき出していって、ある程度きれいになればこれで OK。 じゃあ、あとはこちらの液の中で、酒を吸わせるように10分から15分では15分経ちましたので、あとはここに金串を打って、で今回より安定させたいので、今回は8の字で。よし、今日はこんな感じで。で、残念ながら我が家の金串不足により残り4つがちょっと打てなかったので、こちらはもうてっちりのお鍋の具材に火が通り過ぎないように最後にそっと入れましょう。よし、はい、次。じゃあラスト、叩きで、一応この後薄皮ありバージョンなしバージョン両方とも叩きにしていくんですけど、ちょっと鉄さ引かせてください。本来ならこちらの薄皮を取った柵を高さを揃えるようにズバッと一発入れて、でこっちの上のちっちゃい方がこっちの円の中心部分に使って、で下の大きい方をこの外周に使ったりするんですけど、今回はお試しなのでもうこのままいきます。ちょっと一発落として、で
ちょっと包丁を押し付けるようにしながら、こう力強くズズズズズ、もう一回ちょっと押し付けながらズズズズズ。やっぱ分厚いんですよね、僕がやると。ぐちゃぐちゃになっちゃった。僕の限界はこれでした。やっぱ下手くそですね。あ、というか鉄砂めっちゃ引きすぎちゃった。いや、薄皮取った方全部鉄砂にしちゃおう。でもちょっと2回目の方が薄く切れた。こんなことなら自分で鉄砂を引けばよかった。練習せんと上達しないですもんね。では気を取り直して今回の叩き。ではまずお塩を全体に振って、でもって全体になじませて、あとは全ての面を炙るだけ。この後大きな火が上がりますのでね。じゃあ、あとはこちらをすぐさま冷水の中へ。でもすぐに取り出して、では早速盛り付けに入っていくんですけども、今回せっかくですのでイカとマグロ、この子たちもゲスト参加。じゃあまずイカ。あとはここに芽ネギ。はい、これで刺し盛り完成。ちょっと不格好ではありますけども、ちょっと春らしく盛り付けできたかな。で、今回乗り切らなかった分は今回の僕のお夜食です。じゃあラスト、お鍋の盛り付け。はい、これでフグわがままフルコースの出来上がりです。では実食編へゴー。というわけで無事完成、わがままボディで、まず1点を先に、今回これだけいっぱいの種類がありますので、いつも通りの食べてるところの編集だとおそらく動画時間が1時間を優に超えると思います。ですので今回すいません、結構早送りを対応すると思います。動画のテンパ感を上げるためにそこだけご了承ください。んでちょっと見栄え的に白子を乗せちゃったんですけど、こちらはまだ炊かないので一度こちらの中へお帰りなさい。そんでもってまずは生ものからいきたいので、お鍋は一旦封印。よし、整った。てなわけでして、いただきます。今日のはすごくしみる。ではまず自分で引いた方の鉄砂ではなくて、確実に美味しい購入してきた方。でもほんとこうやって見ると自分で引いたものとのこの薄さの差がよくわかりますよね。ほんと職人技。じゃあ鉄砂といえばのポン酢。じゃあここのとこからガサ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 、頭悪い量を持ち上げてポン酢ワッサー。あれはうまいわさ。
待って、マジでめっちゃうまいんだが、久々食べたトラフグで。僕正直他のフグで言うと、僕真フグしか食べたことないんですけど、生でやっぱ真フグと比べると味とか香りすごくいいですよね、トラフグって。確か僕昔なんかのテレビ番組で拝見したんですけど、このフグ自体が持っている旨味成分的なもの、それって他のお魚と比べると決して多いわけではなくて、もともとゴリッゴリのこの身質を薄く引いて、んでこの食感とこの淡いフグの香り、それを楽しむお刺身ですよっていうのをなんか拝見したんですよね。いや、それすごいわかるなと思って。めっちゃうまい。でちょっともみじおろしつけて、最高。じゃあ続きまして薄皮のボイルしたもの。よくこういう風に鉄砂を購入すると、このお刺身と、あとこちらの皮と、あと薄皮、これがセットで届きますけど、もちろん一番好きなのは身。僕その次薄皮なんですよね。ここがうまい。食感としては身と、あと浮袋の中間って感じ。もちろんこっちの皮もプルプルコリコリで美味しいんですけどね。ではここで満を持して登場、谷崎の鉄砂。これ噛み切れるかな。噛み切れるんですけど、やっぱこっちの方が美味しい。なんか僕のは最後にこう繊維が残りますね、口の中にね。精進します。じゃあちょっと早送り。っていうわけで鉄砂完食。やっぱ分かっていたことですけど、鉄砂でお腹いっぱいにはならないですね。一枚一枚が薄いから。続きましてお刺身と、あと同時並行で、はい、焼き白子。じゃあ今回の白子に若さじしっかりと垂らしてから、はい、じっくりじっくり焼いていきましょう。はい、弱火でじっくりじっくりと。ではこの間にお刺身、まずはこちらですよね。これ食べ方は食べるときにスーッと抜いて、でこの中でぐちゃぐちゃぐちゃっと、あとはこれをかき込むべし。ちょっと塩分弱かった。これがまたうまいんだ。では続いてマグロ。今回のね、全然主役でもないんですけど、超うまい。白身魚が続いた後の赤身は美味しいよ。マグロ買っとってよかった。フグね、ものすごく美味しいですけど、さすがにね、フグだけはと飽きちゃいますんでね、フグに申し訳ない。では続きまして、トラフグのたたき芽ネギ巻き。本当はね、朝月とかが良かったんですけど、ちょっと朝月がね、見つからなかったので、今回は芽ネギで。もう超美味しい。結構お寿司屋さんなんかでフグの握りの上にこう芽ネギだったりとか朝月だったりとか乗っけてくれますけど、もうその理由が本当わかりますよね。めちゃくちゃ合う。ちょっと撮影前にこっそりと作ってたみょうがの甘酢漬け。淡いピンクで盛り付けに花も出るし、そして甘じょっぱくて美味しいし、みょうが最高。はい、大変美味しゅうございました。で、当然のことながらこんだけ白子が大きいので、まだまだ時間かかりそうですので、ちょっとお先にお鍋。ちょっとこちらをもう火にかけときましょう。でいつもだったら第1陣第2陣って作るんですけど、今回さすがに量が多いので、今回は第1陣で完売です。美味しく食べれる範囲内で。じゃあ焼けたんじゃないかな。いい感じですね。
いや、火は通ってるはず。超絶うまい。なんじゃこりゃ。でもまだレアだったかも。まあ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 、これはこれでめちゃくちゃに美味しい。なんか涙出てきた。超うまい。これはもう完全にビールではなくて、これはもう日本酒ですね。っていうか昼酒ですね。そうなので1個残してあるんです。これはまだおいおい。たださすがに今回一番大きかったやつ、あれはちょっと焼きが甘かったですね。でもこっちは多分いい感じ。マジでうまいね。僕もしかしたら白子の天ぷらよりも好きかもしれないです。やっぱこの若さ汁でやると昆布の風味が入って、でもって常にこうかけながら焼くので、全体的にこうふっくらしっとりに仕上がるというか、塩焼きにはないこの感じ、これが美味しいですよね。ただ今回僕はどうやら火加減強すぎてみたいなので、もうよりじっくりじっくりと時間をかけて焼いていきましょう。ではこの間にこちらのてっちりも完成しましたので、はい、いざ尋常に。はい、こんな感じ。じゃあまずお出汁。抜群にうまいですね。いろんなお野菜の味が入って、でこれは茶えのきかな。茶えのきの強い香りが上からボーンときてるので、これフグ出しですかって言われたら分かりませんって僕は答えます。茶えのき強っ。ただ分かるのはものすごく美味しいスープに仕上がってます。じゃあまずもちろんフグの身。口に入った瞬間に分かる。バチクソにうめえ。やっぱ別格だな。口に入った瞬間にポロ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 って崩れていく感じで、まだこんだけの加熱時間だからってのもありますけど、パサつきが全然ない。ポロポロポロって崩れていってジューシーに溶けていく。そしてすごくきめ細かい。嫌な香りも何もなし、むしろお姫様のようにすごく繊細な香り。なんかすごく抽象的なコメントばっかりですけど、簡単に言うとバカほどうめえ。でここがあれですね。はい、うぐいす骨。よりトゥルトゥル、うまっ。白菜の火の通る加減もバッチシ。シャキトロ。これいいな。今回初めてこんな飾り切りしてみましたけど、まず火の通りが遅い人参が一瞬で火が入るっていうのと、歯触りがすごく気持ちいいです。これ細かい人参がカラカラカラって歯に当たるから。しいたけ本日も異常なし。小松菜本日も異常なし。でも実際僕はこっちの小松菜の葉っぱよりもこの茎が好き。無限に先が進む。じゃあちょっと早送り。2杯目ついたところで、ここで満を持していってらっしゃい白子。まずは2個、いや3個きっとものすごいことになるでしょ。ではこっちはこっちで、はい、茶えのき。僕の動画の準レギュラーですね。相変わらず骨伝導肩。でもうまいな。やっぱ味と香りがすごい濃いっすよね。なんだろうな、この茶えのきをいただいた後にしいたけを食べると、しいたけがすごくジェントルメンに見えてくる。でも両方違って両方いいっていうか、僕今結構煮込んじゃったんですけど、フグってあれなんですね。結構長いこと加熱しても全然身が縮まらないんですね。ずっとジューシー。んでもってここで忘れてはいけないすだちポン酢というかすだちの塩ポン酢。はい、ここに白菜バッシャー。
酸っぱい。あー、結構酸っぱい。でもすだちとかそういった柑橘系の酸味がお好きな方はこれすごく好きだと思います。結構酸っぱいですけど。あ、いや、そうでもないな。前に作ったかぼす塩ポン酢と今回のすだち塩ポン酢、どっちが好きかって言われたら僕はかぼすの方。僕の好み的には。でもこれはこれでありっていう感じですかね。あり。ではここでフグのカマ、通称カエルの足、ここのとこのぶっといお肉の塊ブルン。これを例えるなら魚のほほ肉。正直僕は今回初体験なんですけど、このカマのお肉めちゃくちゃ美味しい。希少部位のほほ肉がこんだけいっぱいついてるって感じ。めちゃくちゃ美味しい。全然筋っぽくなくて、ほんともう身とゼラチンの間って感じ。こんな美味しいんだ。僕身よりカマが好きです。やば、カマ美味しい。いいこと知れた。美味しかった。じゃあここらでいきましょうか。やばすぎて持てない。白子。てかこれはもう完全に火が通ってるはずなんですけど、フグの白子って火が通ってもこんなにトゥルントゥルンなんですね。柔らか。今こんな感じです。すごい、口に入った瞬間もう何も残らない。もうこれはゼリーです。僕の大好きなタラの白子、あれもものすごくクリーミーで美味しいですけど、やっぱこう中心でつながってる筋の若干モキュッとした食感とか、あと表面の皮に火が入ってちょっとキュッとした食感が入って、クリーミーさの中にも食感ってあるんですけど、これもはや食感がない。もうただクリーミーさの塊。それは白子の王様だわ。これは止まらないね。で、あとこちらの白子、完全に焼き上がってるんですけど、こちら最後に取っておきたいので、ちょっとこのまま保温。というわけで、まず先にお鍋、こちらからいただいちゃいましょうか。はい、ではこれにて完売でございます。この余ったお出汁は僕の明日のフグ雑炊。よいしょ。じゃあその間に、今夜の締め、ヒレ酒でございます。今回いただくのは高知県の水芸。もう日本酒を飲まれる方ならもう皆さんが知っている日本酒。もう水芸といえば淡麗辛口な日本酒ですね。このお湯が沸いたら行きましょう。でもまずはそのまんま。キリッと後味爽快。でも水芸って後味に独特なあれがありますよね。ちょっとチクッとしたもの。これはこれで良き。じゃあ麦沸きましたので、いってらっしゃい。なんか結構厚めに缶つけようかな。55ぐらいまでいってみようかな。ヒレ酒って結構熱いイメージありますよね。僕もそれが好きなんですけど、飲んだ時にね、熱っとなるやつ。はい、というわけでもう OK。やばい、60超えるとこやった。でもささっとヒレとくちばしを炙って、あと白子も迎え入れて、でグラスもセットして、香ばしい香りがすればもうこれで OK。いい感じ。いい感じ。じゃあこのチンチンの日本酒をバーっと。でよく粋なお店なんかだと、なんかここにこう蓋がしてあって、で店員さんがこうマッチパッとつけて蓋開けてバッとやりますよね。あれするとね、マッチの香りが入ってまた気持ちいいんですよね、鼻がね。でも我が家はマッチがないので、ただ何はともあれ、まずはこちらのじっくりゆっくりと焼いた焼き白子というか若狭焼き。でもこんだけじっくりゆっくり焼いてもやっぱこんなに柔らかいんですね、白子って。
僕こっちが好きだ。フグの白子の良さって、この並々ならぬクリーミーさっていうのは今日すごく実感したんですけど、やっぱどうしても僕は顎がゴリラなので、やっぱこう食感を求めちゃうんですよね。ってなった時に、こういう風にじっくりゆっくりと焼くと、表面がこう、もけった食感になって、噛み締める美味しさを得られる。僕こっちが好きかもしれない。いや、やっぱ嘘。最初の方が好き。口に残っちゃう。では続いてヒレ酒。こっちがまず普通のヒレ。めっちゃいい香り。で、くちばし。めっちゃいい香り。こっちはザ・ヒレ酒っていう香り。こっちはヒレ酒プラス香ばしさプラス。今んとこ香りこっちの方が好き。じゃあヒレ酒。もう何度もお世話になった香り。そして味。で、続いてくちばし。でもこうやって飲み比べると結構違い出るもんですね。結構違うかも。こっちのヒレ酒の方がもうまさしくヒレ酒っていう味、香りで、こっちのくちばしの方がもちろんヒレ酒なんかの香りも感じつつ、奥行きちょっと短め。その代わり口に入った瞬間の香ばしさのパンチがすごい。どっちが好きですかって言われたら日による。うまいなで、皆様今回作ったはんぺんと端材のつみれ完全に忘れておりまして、もうお腹いっぱいになっちゃったので、こちら後日いただいて感想をこの後のテロップで入れておきますね。すみません、よくやっちゃうんです、こういうの。でもヒレ酒っていいですよね。一回飲み終わってももう一回いける。でもとりあえずごちそうさまでした。いやー、うまかったね。今回マジで美味しかった。もうてっさに関してはもう何も言うこともなく、ただただ美味しく。で、フグ出しを取った時、もう時にトラフグというか、フグのポテンシャルの高さをもうまじまじと見せつけられ、で、しかもまたこの後も、今度ヒレ酒たちをもうずっと楽しめると思うと、もうワクワクしますね。本当に素敵な食材。心の底から大満足です。っていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。では、バイバイ。Right is the ring of words when the right man rings them.